世界初となるグラフェンメソスポンジ量産のプロジェクトはついに日本で本格的に動き始めました。もし電池の中で使われている黒い粉、つまり従来の導電除剤を新しい素材に置き換えるだけで高電圧でも性能低下を抑えながら長寿命化できるとしたら少し気になりませんか？リチウムイオン電池の導電除剤として評価が進みつつあり、まずは現行品との併用から一部の置換、そして将来的には本格的な材料切り替えまで期待が広がっています。あなたは GMS が普及することでどんな未来が訪れると想像しますか？当チャンネルではこのような最新の技術や注目企業を分かりやすく解説しています。情報収集の機会を逃したくない方はぜひチャンネル登録をお願いします。電池の設計現場では高電圧化と長寿命化の両立を目指しています。このために黒い粉と呼ばれる導電除剤の役割がとても重要になります。導電除剤として長年使われてきたカーボンブラックなどは電極内部で電子がスムーズに移動できる道筋を作るために欠かせない材料です。この道筋がしっかり確保されていると電池の中で電子が目的地まで迷わず進めるため無駄なエネルギーロスや発熱が抑えられます。結果的に電池の出力性能や寿命を高める上で重要な役割を果たしているのです。一方で導電ス剤の配合量が増えれば増えるほど電池の主役である活物質の領域が減ってしまう課題があり、容量とのバランスに頭を悩ませる、そんなジレンマがあります。導電除剤を多く入れることで電池の中の抵抗が増えてしまい熱が発生しやすくなったり部品が早く劣化したりするのも課題でした。特に近年のハイエンドスマートフォンや電気自動車のリチウムイオン電池で使われる 4.4V クラスの高電圧帯で使う正極では電池の寿命を短くする原因となる副反応が起きやすくなります。そのためこうした副反応をできるだけ少なくする工夫がとても重要になります。またシリコン系負極の場合は重放電のたびに膨らんだり縮んだりする性質から導電除剤のつながりが切れやすく、最初は性能が良くても使っているうちに寿命が短くなりがちです。最近は急速充電も普及してきたことで電池にはより高い出力が求められるようになりました。電解液やマインダーという他の材料との相性も無視できないポイントになっています。こうした課題をクリアするためにはできるだけ除剤の量を減らしつつ電子やイオンがスムーズに通れる道をしっかり確保できる新しい素材が必要だと思いませんか？従来の黒い粉をどうすれば別の素材に置き換えられるのか、この課題を解決するために登場したのが立体スポンジのような新しい構造です。いわば電池の中の導電除剤をただ粉を詰め込むのではなく一体的に編み込まれた端、つまり3次元骨格を築くという発想です。この考え方を実現した素材がグラフェンメソスポンジとして注目されています。 GMS は3次元の骨格構造を持っていて、この立体スポンジ状の道筋が電子の流れをしっかり確保します。表面の反応点が少なくなることで高電圧下でも副反応が抑えやすく、従来の導電除剤と比べて道の質を飛躍的に高めているのが大きな特徴です。 GMS が優れている一番の理由は壁がとても薄い単層で骨格がしっかりとつながっているという点です。もし壁が厚くなると余計な区切りや傷が生まれやすくなりかえって性能が落ちてしまうことがあります。しかし壁が単層なら表面の切れ目も少なく電解液と無駄な反応が起こりにくくなります。この単層の連続した骨格こそが高電圧でも副反応を抑えやすい設計の基礎となっているのです。さらに骨格構造がしっかりと連続しているため電極をギュッと圧縮しても形が崩れにくい特徴もあります。例えばカレンダー圧と呼ばれる製造工程で強い力をかけた場合、
従来の流状の導電所材では道が潰れて電子が通れなくなりやすいですが、 GMS のようにマネのような構造があると押されても元の形に戻りやすく、電子の通り道も復活します。このおかげで電子が高速道路のように切れ目なく流れ、同時にイオンもスムーズに動ける道を確保できるようになりました。 GMS の3次元骨格は電極材料の設計に新しい可能性をもたらしていますが、それを十分に生かすためにはスラリー中での振る舞い、つまり材料同士を混合する時の挙動にも目を向けることが欠かせません。理想的な状態は電池の中で活物質の粒子同士がたくさんの細い端でしっかりとつながり、電子やイオンがスムーズに通れる道が全ての隙間で確保されていることです。従来の粒子状の導電所材とは違い、 GMS のように一体的な骨格構造を持つ素材は1本で複数の点や面を同時につなぐことができます。そのため少ない量でもしっかりと道を作れますし、電池を高密度化しても内部の抵抗が上がりにくいという利点があります。このような立体的な骨組みの特徴が特に効果を発揮するのは高い電圧で使われる正極部分です。骨格の端が少ない構造だと化学反応が起きる場所も減るため、必要な電子の通り道はしっかり保ちつつ無駄な反応のリスクを下げることができます。ニッケルリッチ系の正極に使う場合でも抵抗の増加を緩やかに抑えることができるので、高い電圧でも性能が大きく落ちにくい設計を実現できます。さらに GMS はシリコン系不極でも効果が期待されています。バネのような骨格はその隙間を元に戻しやすく、粒子の動きに合わせて端も一緒に動くため接触が切れてしまうトラブルを防ぎやすくなります。このような特徴により電池の初期性能を保ったままサイクル劣化も抑えられると考えられています。また GMS の骨格構造には電子を効率よく伝えるだけでなく熱を分散しやすいという特徴もあります。粒の点と点をつなぐ従来型とは異なり、面でしっかり接触することにより熱伝導性が向上し、局所的な発熱によるバッテリー寿命の低下を防ぎやすくなります。このような効果からセルごとの寿命のばらつきも抑制しやすいというメリットもあるのです。量産化を進めるためには材料を安定して供給できることがとても重要なポイントになるでしょう。例えば GMS のような骨格構造を持つ導電所材では穴の大きさや骨格同士のつながり方にばらつきがあると、実際に作った電極ごとの性能に大きな差が出てしまいます。そうならないよう製造では表面積や骨格の弾力性を定期的にチェックして品質を一定に保つ取り組みが必要です。 GMS の力は電池の中だけにとどまりません。発熱装置の中で GMS を薄いシート状にして発熱源の下に敷くと高温になる場所をうまく分散させる放熱剤としても活用できる可能性があります。 GMS はもともと柔らかくて曲げやすいので薄くて小さい機器にも取り入れやすいという特徴もあります。つまり電池電極で証明された電子の道を橋渡しするという考え方がそのまま放熱や熱のコントロールといった他の分野にも応用できるのです。このように GMS は構造面や物性で従来の除剤以上の価値を示し始めていますが、実際の量産信頼性に関しても着実な裏付けが進んでいます。日本の新興材料ベンチャーである 3DC は2025年8月4日に世界で初めて GMS の量産工場着工を発表しました。供給能力は約3ギガワット時相当とされ、2026年末の稼働開始に向けて具体的にプロジェクトが動いています。こうした動きの背景にはネドの DTSU プログラムで PCA フェーズと呼ばれる段階に選ばれたことや、シリーズ A の資金調達が第1回クローズに到達し合計で 24.5 億円の資金を集めたという公的支援や投資のサポートがあります。
すでに2024年2月から GMS の導電所在用途での出荷が始まっており、国内外の電池メーカーで評価や実証試験が着々と進行中です。出荷開始以降は毎月新たなロットを安定供給し、評価の規模も段階的に拡大しています。さらに GMS に関する物性の研究も着実に進められてきました。例えば SECCM というとても細かい構造まで観察できる装置を使った調査があります。また2024年には学術誌カーボンで GMS が押しつぶされても中の電子の通り道が戻りやすいことを示す実験結果が発表されました。この研究ではキファラデー現象と呼ばれる現象も詳しく調べられています。こうした新しい研究によって GMS は圧縮された後でも電子の流れる道がすぐに復電されやすいことや、端が少ない骨格構造という設計が高い電圧の時でも無駄な反応を抑えやすいことが学術的な裏付けとともに少しずつ明らかになってきています。製品化においてはアセチレンブラックや VGCF、ケッチェンブラックなど従来の除剤と GMS を組み合わせたハイブリッド処方の施策が広がりつつあります。同一条件下で活物質、バインダー、圧縮条件ごとに比較評価を繰り返し、最適な添加量やサイクル安定性改善策が模索されています。量産導入が先行しそうなのは 4.4 モルト級など高電圧正極や膨張ストレスの大きいシリコン系負極が有力でしょう。これまで課題だったコストや安定供給も量産を目指すプロジェクトの進行によって強化段階から実際に安定して供給できるステージに近づいてきました。今は従来の材料と GMS を併用する形でリスクを抑えながら試験が進み、十分なデータが集まったところで本格的な材料切り替えに挑戦する、そんな現実的な展開も期待できるようになってきています。 GMS の材料開発において中心的な役割を担っているのは未上場の 3DC ですが、上場企業も影響を受ける可能性があります。例えば長年アセチレンブラックを電池向けに供給してきたレンカも代表的な企業の一つです。 GMS が高電圧正極やシリコン系負極で少ない添加量でも十分な性能を発揮できるようになれば、まずは同社の従来材料と GMS を併用した配合レシピの選択肢が広がり、導入初期のリスクを抑えることにもつながります。またメゾナックホールディングスも同様に GMS とのハイブリッド処方でより高付加価値な製品提案をしやすくなります。同社は VGCF というカーボンファイバーで長い道を作って電気の流れを助けるのが得意な素材を扱っています。 GMS の立体的な骨格と VGCF の繊維構造を組み合わせることで圧膜冷却や急速充電といった新しい設計への適用にも期待できるでしょう。現在は電池メーカーなどで GMS のサンプル評価や実際の生産工程にうまく合うかどうかの確認が進められています。量産へ移行するときはまずは試作ラインで試し、その次に一部の量産ラインで使い、最終的に主要な用途へと広げる段階的なステップを踏むのが一般的です。この流れは自動車部品でよく使われる PPAP などの審査手順や電池工場で新製品を徐々に本格生産へ移すランプアップ管理とも同じ考え方です。一方で GMS 単体への切り替えが急速に進む場合、従来材料の出荷量は徐々に減少していくリスクも考えられます。まずは併用から入り徐々に切り替えるのと一気に GMS へと置き換えるのと、どちらがより現実的だと思いますか？既存材料との併用から導入を始めれば GMS の置き換えスピードやリスクを調整しながら無理なく拡大できると考えます。それでも他の材料との相性や価格競争、代替技術の登場など量産が始まった後の展開も気になるポイントですね。皆さんの意見もぜひコメントでお聞かせください。
GMS はリチウムイオン電池の性能、安定性、設計自由度の面で数多くの可能性を切り開いています。今回の内容で押さえたいポイントは3つあります。1つ目は、世界初の GMS 量産工場が2025年8月4日に着工し、供給は約3ギガワット時相当。稼働目標は2026年末という道筋が明確になったこと。2つ目は、炭素グラフェンの立体骨格が電子の道とイオンの抜け道を同時に整え、少ない添加量でも圧膜やコーデナツに対応しやすいこと。3つ目は、現実界として既存材との併用から始め、データが揃えば部分置換へ進む採用シナリオが濃厚であることです。従来材料とのハイブリッド手法や段階的導入といった現実的なアプローチが広まりつつあり、今後数年で新たな用途や市場が拡大していくことが期待されます。今後も開発動向や実証例、新規採用の動きなどが続々と公表されるでしょう。GMS の産業応用がどのような広がりを見せるのか、引き続き注目していきたいと思います。